皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は対談動画ということで、タトさん自己紹介をお願いします。はい、たった120キロから57キロにでーす。すごーい。LGBTQ の啓蒙活動をしながらコンビニのオーナーとして頑張ってます。はい。はい。ね。先輩の交渉欲しいんだよね、第2ボタン欲しいんだよねって言ったら、みんなにえみたいな。でみんなめっちゃ汚く食べるでエッチの前なんかすげえ汚いやついなくないですか？で LGBTQ の人にちょっとこう、真面目な話、聞きたいなっていうのが一個あって、私たちの中で、車椅子の中の人たち問題になってるのって例えばトイレなんですよ、世の中にあるバリアフリートイレで、今 LGBTQ の人もどうぞってなってるじゃないですか。他のジャンルの人もいっぱい使うバリアフリートイレで赤ちゃんも使うし、でも個数が圧倒的に少ないんですよ。で、私たちの場合はそこしか広さ的に入れない、個室に扉が狭いからそもそももう使用することさえもできないんですよね。ででも別に LGBTQ の人使わないでって言ってるわけじゃなくて、 LGBTQ の人はでも使えるっちゃ使えるじゃないですか、個室を。だからそこってなんかどう思ってるのかなって、すごい本人の人たちというか、どっち使うんですか？男用トイレ使うよ。個室に入るんじゃなくて入らない入らない、普通に、あんまり全然気にしない。でもそれは恋愛対象が同性だからってことですよね。なんかもう人によるよね、それも。なんか歌舞伎町にLGBTQ 専門トイレみたいなのができたのよ。歌舞伎ってほら2丁目新品丁目近いから。でも自分はいらないんじゃないって思った側なの。だけどなんかトランスジェンダーの人たちは必要みたいな。ゲイは必要ないって言ってる友達も別に普通にするし、なんかトランスジェンダーの人はどっちも入りづらいからあるといいよねって言うけど、だったらもう男用トイレも女用トイレも個室にすればいいのにと思っちゃう。あれじゃ男女兼用みたいなトイレ。なんかあれも問題ってさ、なんか男子と女子が入ってるとこが分かるから問題じゃん。なんか飲食店とかだとさ、全然普通に入れるじゃん、両方。ああいう感じと車椅子の人に分ければいいのになって自分。そしたら別に誰も迷惑じゃないじゃん。そうだからそれが一回なんか渋谷かどっかで女子トイレなくしてなんか男女兼用だけかができたんだけど、なんか盗撮されるじゃないですかみたいなとか、男子ってすごい汚く使うじゃないですかっていうのが問題になったんです。でもなんかその居酒屋さんって共同多いじゃないですか。それはいいのかって私の中ででも誰も文句はないし、なんならコンビニもそうなの今。そうだよ。確かに確かに。女子トイレは女子トイレあるんだけど、男女兼用女子トイレってあるの。でも男女兼用の方に女子の人も全然入ってるし、それに対しては言わないんだけどなんか駅とかのトイレになるとみんな文句を言い出す。あとデパートとかちょっとでも使うみたいなところ。おトイレ個室だったら立ってします、座ってします？座る方。いやもちろん多分立ってする人多分今いないんじゃないですか？個室でいないよ。いるよ。今日もさっき渋谷の駅のトイレに寄ってきて、こう便座全部上がった状態ですよ。で全部出てる。あれさ性癖なんだと思う。汚すのが好きな人。下に落ちるのってすごい思っちゃうんですよね。コンビニにもいるけど、なんかもう枠に入ってない人。そう、なんでだろう。台もいたんだよ。枠に入ってない台。どういうだからトイレがあって横に落ちてるの。そういう癖だと思う。そういう人。なんかこう暴れるとか言うじゃないですか。台だよ。台暴れるすげえ状況じゃないの。いい鍛え方してます。立って出しても一直線にいかない。それはある。こういっちゃう時があるみたいな。でもそれでも拭きゃいいじゃんと思う。まずそう、わかる。汚してしまうのは仕方ないとして、わざとじゃないとして、それをさ拭けば問題ないのに、その人のモラルの問題でマジで。それで言ったらさ、全然話変わるけど女性専用車両もあるじゃん。あれって、なんでできたかっていうと痴漢されないようにするためにできたじゃん。でもうちらからしたら痴漢って否定しねえのよ。だって性的対象じゃないわけじゃん。確かにって考えたらそれの理論から外れるじゃんとかっていうのはうちらでは結構言ってる。別にだったらうちらの乗ってもいいんじゃねみたいな。なるほどね。って言うとめっちゃ怒られるんだけど女性に。まあそうだよね。
でも自分だってそのレズちゃんだっているじゃないですか。そうそうそう結局その中ではレズちゃんは女性が対象だから、まあ、痴漢するかどうかは分からなくても、なんかいい香りするなんでこう寄っていくいくなって中にはいるかもしれないし、自分も思うのはあとトイレの掃除の問題とか、女のおばさんって失礼だね、女性の方が男子トイレって普通に掃除するのよ。でも逆ないよね。男の温人泉もそうだって言いますよね。あれが自分はなんか言ってること矛盾してるなって思う瞬間はある。なんか男性は恥ずかしくないみたいなLGBTQ とかに当てはめていったら、ってなる問題なの今。個室がない状態で外で誰でも見れるところで普通にこう着替えるのが、じゃあそこで着替えてって着替えないといけない状況だった。全然自分は大丈夫なんだけど、それは嫌だっていう人もやっぱ今いるのよね。気持ちが女子の人もいるじゃん。ゲイで気持ちが女子じゃなくて、そうか、体は男性、まあでもゲイでもいるのよ。えゲイでもなんか女性っぽいゲイもいれば男性っぽいゲイもいるから、確か上半身見られたくないゲイもいるのよ。女性はここで着替えてなんて絶対言わないじゃん。確かに一つのカーテン1枚ぐらいで「ここの裏で」とかで男子って言われがちじゃんっていうのも実はあるっていう逆パターンもある。どうですか、脱げって言われたら今脱げます？脱げます脱げます、脱げますだからほら別にそのゲイじゃなくても普通に男性としても今結構ほら逆セクハラだっていうのとかもすごい話題になってて、なんかみんながみんなそういう難しいよ。いろんな視点から見ると難しい、本当に。自分はトランスジェンダーの子に言われたのは結構そうやって言われて、確かになと思って思いますね。確かこの間自分コラボした人、ママなんだけど、これも自分すごい学びになったんだけど、息子さんがいて、小学校3年生かな、性別はどっちかわからない、っていうので悩んでる息子さんがいるっていうママとコラボしたの。でその時にママとこう撮影前に打ち合わせした時に、息子さんって言ったの、そしたらその後に連絡が来て、息子さんって言わないでほしいんですけどって、どっちって言われて息子って男って決めつけちゃってるのどっちか、でもその私の子はまだどっちか男か女かもわからない状態なんで子供っていう表現使ってほしいんですって言われた時に、学びだと思って、意外と普通に息子って使ってたの、別に悪気ないんだけど、別に嫌な意味ではないし、息子さんって娘さんってっていうのがその子にとってはプレッシャーになる。おーみたいな、自分は LGBTQ って言ってきながら意外とそこ気づいてなかったんだなっていう学びにはなった、その日。確かにそうで言われなきゃ分かんないじゃん。分かんないですね。そうパレード出たのよ、マイノリティの、すごく独特な格好をされてる人がいて、なんか普通と違うよねって自分が言ったの、そしたらめっちゃ怒られて、みんなにその場で普通って言うなみたいな。なんかでもさ、悪気ないのよ。なんていうの、別に普通って言葉はあってなんかみんなが思うこう想像とは違うところにいるよねみたいなイメージで使ったんだけど、なんかみんなそこにすごくなんだパワーワードみたいな感じで捉えて、いや普通じゃないし、じゃあ俺たち変って意味になるじゃんみたいな、そんな意味じゃないじゃんと、なんか難しい。なんかそこがなんかみんな本当に気にしすぎてる世の中すぎて、自分なんかさ、大変こうインスタとかでさ、記念撮影しますっていうピースをして撮ったの、ピースがある地域では差別だと、なんだって、本当に調べたらそうなの、ちょっと忘れちゃったけど、裏ピースにするとどこどこの地域だと差別とかあるんだけど、そんな差別だと思ってさピースしねえやん、もちろん。確かに。でも書かれるの絶対、フォロワー数多いんだからそれで傷つく人もいるからやめてくださいみたいなのがやっぱり来ることがある。僕ディズニーキャストやってた時にピース禁止でした。あ、そうなんだ。絶対両手使って。だからそうなんだ。キャストさんがってこと？ダメです。そう。ああ。でもこういうこと。確かにみんなそう三枚が一番いいってこと？もうなんかこういう感じで。やっぱりギャルが一番いいな。これダメってことだから。これはいいの？これダメでしょ。ダメなの？このポーズがダメなんだって。だからあれおばしょって。おばしょって全部これ結果ね。全部これ。何がいいのか、どんなポーズがいいかわかんないですね。どんなアンチが来ます？仕事と毎日来るよね。メイクしてるからメイクキモいは来る。あ、金髪も来る。
コンビニオーナーって言ってるからそれで社会人なのってどうなのとかあめっちゃ来る。なんか周りに悪い影響を与えてるみたいな。あと30今年5になるから、35なのにこの派手な格好どうなのとかも来るし、めっちゃ来るよ。来る？でも前より少なくなりましたけど、こう例えばストーリー上げるとそのストーリーになんか自慢かとか、でなんか書いてくる人います。でもその人は一番初めなんか頑張ってくださいっていう人だったんですよ。なんで変わるんだろう。自分もいるの。なんかだからひがみというか、そういう人も車椅子になった人で、まこちゃんがどんどん有名になって発信していくことに対してちょっとイラってしちゃったんだでも有名になってから全然その方はもうつい最近っていうか1年以内でフォローしてくれてた方で、一番初めなんか応援してますみたいな動画見て元気っていうのを別に私は返さないんですよ。だからストーリーは見て読んではいたんですけど、そこからなんかいつの間にかなんかあんた自慢かとかいちいちうるせえみたいなことをどうしたのって私遡っちゃいました。私なんか言ったっけかなとかある日突然だよね。そうでももうあったよ、頑張ってください、LGBTQ でもタタさんはタタさんです、だってある日自分めちゃめちゃ長文であなたの心嫌いですみたいな炎上系が上がった時はいっぱい来ますよね。こう今日みたいなこのちょっと物申す系というか物申してる物申してるとかなんかこうやっぱバリアフリーとかの話すると毎回来るので、コンビニのさレジ袋の話、マイバッグの時やばかったよね。有料化のコンビニのオーナーをしてるんだけど、仕事がね、マイバッグ持ってくる人とビニール袋の人っていて、でこれに入れてくださいっていう人がいて、すっごい汚い人とかいるね、そのマイバッグが。すごいのいますよね。なんか真っ黒の人とかいるの。あとなんかマイバッグじゃなくてこうレジ袋を使い古してなんか茶色くなっちゃってるようなに入れてっていう人がいるんだけど、ちょっと嫌なのよそれ。結構潔癖なところあるから。でそれがどうなのっていう動画を出したの。大変なことになりましたねあれね。ものすごい長文が私コメントにも DM にも届いて、やめろと、コンビニオーナーならやめろと、障害者に対してなんか失礼だみたいな、何にも言ってないのにそんなことって言うけど、いや別にビニール袋売ってるものに入れることに対して嫌だって言ってるわけじゃない、それが嫌だって言ったらやべえやつだよ。でもお客様が自分でご用意してここに入れるっていう体でそれって成り立ってるわけじゃん。別に綺麗なものに入れるのは全然いいんだけど、基準って難しいじゃん。そうですね。なんかこう広げた時にめちゃってなってる人もいるのよ。魚とか入れてて洗ってないとかで、使ってる人からしたら、いや私のはそんな汚くないって言ってもわかんないで、それこそさっきのさ、そうですね、清潔レベルがね一緒じゃないから、コンビニってなんか一番いろんな方1000人ぐらい来るからね毎日。来ますよね。人いるよね。ちょっとなことでめっちゃ怒るし、コーヒーこぼしてこうしましたって言って、当たり前かのように変えてみたいな、本当にいるのよ。言わせてもらうが、コンビニのコーヒーは無料ではございませんので、それは1杯120円で120円の価値があって提供してて、落としてまた出したら240円なんですよ世の中では、っていうことは気づいてほしい。自分で落としたんですもんね。こっちが落としたわけじじゃなくて店員さんが落としたわけじゃなくて、手が滑って落としちゃってとかコーヒーのさシロップとかってさ、何個取ってもいいじゃん、置いてあるやつ20個とか行く人いるから、やばー、本当にいるんだよ。なんかコンビニって世の中の人からすごいこう位置が低く見られてますね。そうなんかコンビニだったり運送業だったり、そう思われてるんだよ。でそのくて求めてくんだよみんな。ないと困るのにね。コンビニで働いてたことがあるんですけど、働く前まではみんなが思ってるようなコンビニ店員だしなみたいな思ってたんですけど、働いてみるとめっちゃ大変なんですよ。でしょ？覚えることいっぱいあるんだよ。めっちゃ大変です。ディズニーの発想が楽でした、覚える量が違うんだよね。そうだから本当に入ってみたら多分見え方変わるんだろうなって。コンビニはいろんな本当に物語が毎日絶え間なくいいも悪いも出てきそうで。ちなみにないんですか？なんかお仕事してて大変なことないな直接なんか怒られるっていうことはもう基本ないですし、怖いっていうパターンではその炎上してすごいアンチが来た時とかは
東京とか来た時はちょっと怖いなって思います。仮に例えばホームで待ってて後ろをされたらもうどうしようもできないから、ホームから離れて待ってたりとか、ホテルも基本的に駅から近いところで夜道をあんまり歩かないようにするとか、アンチとかじゃないけど一回なんかすれ違った時にぶつかった方がいて、あごめんなさいってなるじゃないですか。でまあこうすれ違ってるから行く方向は逆なはずなんですよ。でも私が乗ったエレベーターでそういう人が乗ってきてみたいなって思ったけど、まあ方向間違えただけなんだろうなって思いながら、私はこう頑張ってこう何もないかのようにいるわけです。で電車に乗ったら同じ車両に乗ってきて、でも出発する前になぜか出てったんですよその人は。だからそういう襲われたらもう逃げれないっていう怖さがあるから。でも東京に住んでる車椅子の人とかはやっぱり痴漢にあって電車に乗るとちょうど股間がこの高さに来るんですよ、大体男性の。そこで出されるんですポローンって。そしたらもう目の前にあるし、なんならそこで射精されて髪につけられたっていう人もいるかやば。ら、そういうの怖い。東京怖い。どうしようもできないもんね。そうできない、逃げれないし、もうマイノリティ関係ない中で話しましたけど、なんかやりたいこととか。ガチでやりたいことは、はい、なんか障害者の関わってたことがあって、パラスポーツに関わってたことがあったんだけど、なんかその時になんかこの人たちのために何かできないかなっていうのがあって、でもその時全然自分自身が有名ではなかったので、有名ではない人が何やってもやっぱり拡散力ってないじゃない、やることにはすごく意味があると思うんだけど、だからその時に自分自身が有名になった時にフェスとか開いたりとか、よくさプロ野球選手が50本ホームラン打ったら50代車椅子寄付しますみたいな、ああいうのちょっと今後もっと有名になってやりたいなって、すごい。それは本当に思ってて、でそれを見た人がじゃあタタがやってるんだったら私も僕もやろうかなとかっていう風にこう広げていけたらなっていうのは本気で思ってる感じ。そのためにはこう有名になったりとかっていうのが必要だし、やっぱ企業さんが動いてくれるぐらいの人にならないと、やっぱり一人でやるのって金銭的にも難しいじゃん、し他の人も来てもらわないと成り立たないから、そういった意味ではそのインスタとか TikTok とか YouTube とかのフォロワー増やして、一緒にねこう協力してやってくれる人を増やしていきたい。一緒やりましょう。今後ともよろしくお願いします。一緒に何かイベントやるかもしれないね。やりたい、頑張ります。企業さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってます。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。